今回はこの丸い座面を作ります。四角い板かジグを使うと、こんなに綺麗な丸になるんですね。面白そう。前回は足と抜きの加工まで終わりました。足回りは出来上がりましたね。今回はいよいよ座面を作って組み立てですね。完成が少しずつ見えてきました。ワクワクですね。丸い椅子らしくなるのがこの丸い座面です。四角い板から丸く切り出すんですね。その丸を作るのに使うのがこれ。何ですかそれ？さっきトトモロさんが物置から引っ張り出してきた手作りジグですね。これ自作ジグなんですか？ネジを締めるつまみ、ノブって言うんですか？そうそう、その手で回すつまみをノブって言うんですよ。これも手作りなんですね。ネジがついているのは6箇所だけど、ノブがついているのは2本だけなんですね。鋭いですね。それは手抜きというやつですよ。このジグに取り付けるのがこれ。ルーターですか？フランジトリマーですよ。トリマーなんですか？ルーターみたいな使い方もできるトリマーですね。これをどんな風に使うんですか？それはこちらをご覧ください。まず、ネジのついてるパーツを外します。それから、フランジベースのこの穴ですね。これに通して取り付けます。あれ？最後まで入りませんね。反対側からちょっと引っ張ると、はい、入りました。ベースを固定するネジは3箇所あります。ここはしっかり締めておきます。取り付けが終わったら外したパーツを元に戻します。2つのパーツでフランジベースを挟み込む構造なんですね。ノブを閉めたらトリマーを戻します。よいしょ。これ、思ったより重たいんですよ。最後に固定ノブを閉めれば準備完了です。裏側ですね。このピンが円の中心になります。このピンとビットの間の距離がそのまま丸の半径になります。なので、この距離を変えると好きな大きさの円が作れるんですね。なるほど。じゃあ早速丸く切っていきましょう。ちょっと待って。その前に座板を作らないと。そうでした。座板がないと丸く切れませんね。順番大事ですね。では、まずは座板作りから始めます。座板はダボ張りにします。センターダボジグを使うんですね。このジグ、何ミリの板から使えるんですか？基本は18ミリですね。工夫すれば12ミリくらいからでも使えます。おお、18ミリの座板にはぴったりですね。ダボ穴の間隔は少し広めにします。開けた穴を利用して6ミリのピンをジグの右側に差し込んで位置を決めます。位置が決まったら、左側のガイド穴からドリルビットで穴開けですね。なるほど。真ん中を一つ飛ばすんですね。そうです。これでダボ穴の間隔を広くできます。
板を接着していきます。お、ラボが入っていきますよ。広い板になってきましたね。次はいよいよ、この板を丸くしていきます。クランプを外してテーブル層で四角く加工します。中心線や仕上がり線を入れていくんですね。これはジグで仕上がり寸法をセッティングするとき、この線を基準にするので大事なんですよ。座板の中心に穴を開けて、ここにジグのピンをセットするんですね。サークルカット、スタートです。このトリマーには 6mm のスパイラルビットがついているんですよ。じゃあ、1回に切り込む深さは2ミリから4ミリくらいですね。スワ板の厚さが18ミリなので、作業が終わるまで6回から7回に分けて削るんですね。結構時間がかかりますね。焦らずゆっくり作業した方が最終的には綺麗に仕上がることが多いんですよ。おお、出来上がりましたよ。すごい。ジグを使うと、こんなに綺麗な丸になるんですね。びっくりですね。でも、爆音とスノーパウダーが、すごかったですね。ランダムサンダーで表面を仕上げていきます。出来上がったパーツを組み立てます。まず、足と抜きをつなります。接着剤を塗って、クランプで固定してリスト目ですね。これを2つ作ったら、次は上の抜きをつなります。ただし、上の抜きは片側だけ取り付けます。え、なぜですか？両方とも目の抜きをつけちゃうと、最後に組み立てられなくなりますよ。あ、そうか。そういうことか。最後の1本は全部組み上がってから取り付けるんです。順番にもちゃんと理由があるんですね。雪をつないだら飛び出ている部分を切り取ります。硬いところは残りやすりの出番ですね。カンナやペーパーで仕上げですね。綺麗に揃ってきましたね。
それでは、組み立てです。おお、いよいよですね。ここで最後の抜きをつなぐんですね。あとは接着剤を塗って固定してからリス止めします。お、椅子の足らしくなってきましたね。ここまで来ると完成が見えてきますね。これで丸椅子の足が出来上がりました。足と在板を取り付ける前に塗装を済ませます。まずリスを隠しているダボをカットします。あれ、これ何ですか？丸面取りカンナですね。面取りカンナの一種で角を丸く仕上げるカンナですよ。丸くする大きさによって種類がいろいろあるんですが、これは小さく丸めるタイプですね。椅子は手で触ることは多いので、角を丸くしておくと手触りが優しくなりますね。最後にペーパーで整えます。素地調整ですね。120番、180番、240番と順番に仕上げていくと、手触りが随分変わりますね。塗装します。塗料はフローリング用を使います。え、無垢彩に塗っても大丈夫なんですか？メーカーでは推奨されていないので、使う場合は自己責任でお願いします。でも実は、この塗料、他の椅子にも塗ってるんですよ。塗装して10年以上使ってますよ。あはははは。じゃあ、この丸椅子も、今はまだ白っぽい色だけど。使っていくうちに少しずつ色が変わっていくんですね。木は使い込むほど味が出てきますからね。それも木工の楽しみですね。いよいよ最後ですね。在板と足の隙間を確認して、ビスでしっかり固定します。完成しました。おお、はい、丸椅子の完成です。長かったですね。皆さん、お疲れ様でした。足に傷防止シールを貼ります。はい、出来上がりました。綺麗に仕上がりましたね。座面も大きくなって前より座りやすそうですね。早速座ってみましょうよ。前よりお尻が楽です。これくらいがちょうどいいですね。ちょっと広くしただけで座り心地は変わるんですね。お尻をしっかり支えてくれるので安心感がありますね。10年使ったからこその改良ですね。実際に使ってみると気づくことって結構ありますよね。そうなんです。木工って作って終わりじゃないんですよ。使い続けるともう少しこうしたいか見えてくるんです。じゃあこの丸椅子も座面をもっと広くしたらもっと座りやすくなりますかね。そうですね。その答えは10年使ってみなきゃわかりませんね。あさははははは。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタンも押
押していただくと制作の励みになります。よろしくお願いします。